滝山上志下バス停に来ています。今回はここから続日本百名城の一つ、滝山城を訪ねます。道路を挟んだ蓮向かいが入り口になっています。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の滝山上志下バス停です。そして目的地が滝山城です。滝山上志下バス停へは、八王子駅北口からバスで15分ほどかかります。城跡へは大手口から入り、三の丸、千畳敷、二の丸、中の丸、本丸と順に回ります。また、東側の家臣屋敷と西側の小宮車、北側の山の神車も訪ねようと思います。では、早速向かうことにしましょう。ここは天の坂という坂なんですが、早速道が S 字クランクを描いています。いかにも小口という感じですよね。滝山城は1521年、大石貞重によって築かれました。後に北条氏輝が大石に養子として入ることで城と家督を相続し、1558年、氏輝は城の大改修を行いました。1569年、2万の武田信玄軍によって侵攻されますが、滝山城はわずか2000の兵で撃退します。しかしその後は拠点を八王子城に移し、滝山城は廃城となりました。また、近年の研究では、1550年代にはまだ滝山城は存在せず、1563年から1567年の間に築かれたのではないかとも考えられています。堀を挟んだ左側の車が小宮車です。そして正面奥の小高く盛り上がっているところが三の丸です。AR アプリが導入されていますので使ってみました。これは写真に貼り付けただけなんですが、こんな感じでスマホで見ることができます。左側が今通ってきた天の坂です。向かいが小宮車です。間には深い堀が切られています。三の丸前の案内板です。では三の丸に行ってみましょう。小宮車です。小宮とは氏輝の家臣の名前です。つまり家臣の屋敷があった場所なんですね。ここは車の南端にあたる場所です。北側へは後ほど行きます。柵が設けられていて、あまり内部へは進めませんが、へりから先ほどの天の坂を覗いてみましょう。この字型をした土橋です。土橋を折り曲げ、侵入者の進路を強制的に変えさせていました。アプリを使うとこんな感じですね。これは音声を切っていますが、実際には音声付きで説明してくれます。では実際にこの字型土橋を渡ってみましょう。千畳敷です。滝山城で最も広い平場であり、東には角馬出しがありました。アプリではね、
角馬出しという防衛施設があったことの説明がされています。馬出しと馬出しを結ぶ真踏を歩いていますが、なかなか深い堀ですよね。左が二の丸です。では土橋を渡っていきましょう。いや、この堀と切り石にはね、圧倒されます。建物が浮いているように見えますが、高くなっているところが二の丸です。ここに防衛施設があったということです。今歩いてきたところが行き止まりの車です。南北を3つの馬出しで囲まれていました。二の丸へ進みます。二の丸の周囲を堀と馬出しで守り、ここより上へは侵入者を入れないように作られています。土塁にも折れが作られているのがわかります。二の丸のへりにやってきました。行き止まりの車を見下ろすとこうなります。せっかくですからね、突端まで行ってみましょう。中野丸南側です。敵部隊が合流する地点ですのでね、敵の侵入を阻むため櫓門があったと考えられています。中野丸、本丸方面に向かって歩いています。途中で2方向に分かれていますが、先に中野丸に行きます。国民宿舎滝山荘の一部です。現在は閉館しています。その奥が展望台になっています。わずかに見えているのが多摩川です。山腹には腰車がいくつも設けられていました。滝山城のシンボルともなっている引き橋です。大堀切にかかり、ここを渡って本丸に行きます。下を覗くとこんな感じですね。クランクになった小口を抜けると本丸にたどり着きます。本丸南側の増形小口です。こちらもやはりクランクになっていることがわかります。先ほど渡った引き橋の下に来ました。ここが大堀切です。本当は橋よりも大堀切が主役なのですが、どうしても目は橋に行きますよね。実際の堀切はもっと深く、橋はこれよりも下にかかっていたようです。東側の家臣屋敷跡に向かいます。信濃屋敷、小坂部屋敷、門野屋敷の3つの屋敷が並んでいました。ここにも木橋があるんですね。これは南から来る敵を防いでいたようです。こちらは障子堀、畝堀の AR です。障子堀というと山中城が有名ですが、ここ滝山城にもあったのではないかと考えられています。
弁天池跡です。今は何も見えませんが、千畳敷から見下ろす位置に弁天池と右側には中之島がありました。小宮車の北側です。ここにも枡形小口が設けられ、北からの侵入に備えていました。山の上車です。突端は展望台になっているんですね。これは非常に良い眺めです。山の上車は敵方の乱取りから民衆を守るために設けられた避難所と考えられています。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどっかの街でお会いしましょう。